個人的に満足なトーンシェーダーできたのでお裾分けします。左が使用前、右がシェーダー適用。エクセレントシャドウとかの MME 不要で滑らかな影が得られます。ドアップで見るとこんな感じ。光源も固定できます。カメラを回しても設定された光照が維持されます。背後に回っても正面光、室外や舞台のような疑似的多光源表現できます。地面影の色も変更できます。キャラごとに色違いな地面影使用可能です。他の機能は後ほど。では使い方チュートリアルスタート。モデルを読み込みプリセットを選択します。最初はトーンがおすすめです。モデルの影がトーン調になりました。ここでご注意。必ず見影を有効にしてください。これだけで滑らかな影が得られます。ドアップでも綺麗に見えます。調整に入ります。メモ帳で FX ファイルを開きます。この行は光源の方向です。3つの数値はそれぞれ MMD 光源の XYZ に対応。初めて使う場合は比較用にモデルを2体使うことをお勧めします。モデル見ながらスライダーで光源を調整して数値を入力。この行は影の色です。3つの数値は RGB のチャンネルに対応しています。数値を変えて保存すると効果を確認できます。設定をもっと楽にできるためのカラーミキサーも作りました。ここで好きな影色を作って気に入った色は下のプリセットに保存できます。コピーを押して FX に貼り付けて保存したら MMD で確認。この行は地面影の色。ここの数値は3つじゃなく4つです。ご注意ください。前の3つは影と同じ RGB、4つ目は透明度です。貼り付けるときは間違えないように気をつけてください。この行は影範囲の大きさです。数値は0から1。1に近いほど影が多くなります。次の行は影の柔らかさです。数値も0から1。0にするとガチなトーン調になります。材質毛布も対応。毛布操作でいろいろ遊べます。材質毛布がないモデルも簡単に追加できます。PMX エディターを開きモデルを読み込み、付属のカラーセットの PMX をウィンドウにドラッグ&ドロップ。追加にチェック入れて、これで材質毛布追加完了です。具体的何の効果あるかは各自で確認してください。念のため改造モデルを上書きせず別名で保存してください。モデルにキャラ名 FX 作っておけば適用がさらに楽。よかったら使ってみてね。ではまたどこかで。